ついに買ってしまったー。というわけで明けおめです。もう5月だけどな。早速今回の物を開封。説明すらなしか。というか箱がでかい。時期にわかる。ソスか。はい、ということで今回購入したのはこちら。初音ミクプロジェクトディーバメガミックス専用コントローラー。4 Nintendo Switch でございます。あれか。今年の元日になんと再販が発表されたため、つい購入してしまいました。お値段38,478円。ちなみにこちらのコントローラー以外にも以前非公式コンをレビューしていたので、そちらの方も前提知識的な感じであらかじめご覧になるのもおすすめしておきたいと思います。こっからさらに開封してきます。なんですけどこいつめっちゃ厳重にテープ止めされてるんですよね。その上一度カッターナイフで切られたテープの上にテープが貼り付けられているような形になっていたので、一瞬中古で買ったのかと思ってしまいましたよ。そしてついに本体とご対面。かわいいな。初音ミクプロジェクトディーバメガミックス専用コントローラー4 Nintendo Switch。まだ開けきってないだろうが。このままじゃ取り出せなくないですか？片付けておかないお前が悪い。というわけでこちらが本体です。光沢が激しい。気泡っぽいものが入ってて萎えたのは内緒。ちなみに今回購入したものは、見ての通り Nintendo Switch 版になります。プレステ4版もあったらありがたかったんだけどな。ということでデスクへ持ってきました。今回の受注生産では特典として、プレステ仕様のボタンフェイスが付属していました。もちろん乾燥させていただきたく存じます。なんで敬語なんだよ。まず取り外しの方法としては非常に簡単で、ボタンを押しながら半時計回りにひねります。思ったよりも簡単だった。AC 純正だとヘラとか必要なんですよね。そしたらあとは交換用のフェイスを逆の手順ではめてやるだけです。こっちはちょっと難しいですが、カチッとなるまで回してやれば大丈夫です。てなわけで他のボタンも変えていきましたので通電確認。いやさすがに動くだろ。つきましたね。やったぜ。ということで、実際に遊戯する前にカスタマイズ画面からアーケードコントローラーを使用するように設定を変更します。これで準備は完了です。ということで、詳細な感想を書いていきたいと思います。まずは外観やデザインなどについて。こちらについては、ほぼそのままアーケードじゃんと思ってしまうぐらいに寸法などの再現度が高かったと思います。実際にアーケードのコンパネと比較してみたのがこちら。なんで実物持ってるんだよ。もちろん、ペイントなどには差異がありますがゲームに使う部分はほぼそのままですね。ボタンに関してはアーケードのものをそのまま載せることもできるみたいです。さすがに高額かつ無保証になるのが怖すぎて今回はやりませんが、スライダーの LED に関しては、消灯がデフォルトでタッチした箇所が光るようになっています。アーケードだと点灯がデフォルトだっけか。そうですね。ゲーミングみたいに光らせてこなかったのはありがたいです。ちなみにスライダーの色は、デフォルトの白以外21種類の色を自由に選べます。クリプトン製ボカロ全員分のカラーは入っているんだな。また、4種以外の各種ボタンはスライダー上部に物理スイッチとして実装されており、こちらはゲーム中でもキーコンフィグを設定すれば同時押し用のボタンなどとして使用できました。ちなみにボタンでのスライドは無効化されるっぽいです。まあ何のためのスライダーだって話になるしな。続いて操作感について、こちらに関しては、正直あまり満足できるものではなかったかなと思ってしまいました。まずボタンについてですが、スイッチの原理がアーケードや一部非公式コンと比べて大幅に異なります。先日の動画でも多少触れた通り、アーケードではフォトセンサ方式のスイッチを使っており、こちらを利用することで多少雑な押し方をしても反応してくれる、振動などによってご反応が起こる可能性を低減できるという特徴があります。一方でホリコンでは、ホリオリジナルのスイッチが使用されており、原理としては図のようになっております。まあ簡単に言えば物理的に金属をぶつけて電気を通す形ってことか。そうです。そのためアーケードに採用されているスイッチと比べて二重反応やホールド抜け、無反応が起こりやすく、とてもではないが実用的ではないと感じてしまいました。せめてオプションとして3はボタンに換装できたらありがたかったというのが正直な感想です。ボタンサイズは同じだもんな。続いてはスライダーに関して、こちらはゲーム内ではほぼアーケードと同じ動作をしてくれました。これに関しても先日の動画の通り、スライドのデータはどこが触られているか、という情報をジョイスティックのデータ領域に載せて転送し、前後の差分を元に LR の判別を行っているようです。そのためボタン情報に変換して本体に送信するより正確な判定を行えるようになっており、忙しい譜面において AC 感覚でスライドをすると取りきれない、といったようなミスを減らせたかなという感じがしました。ちなみに左右同時スライドの方向としては、開くと閉じの2種類があるのですが、PC 版では閉じの場合のみ、どちらにスライドされたかの判別は行わないようです。ちなみにアーケードではどちらの場合でも判定されているようで、間違った方向の場合は閉じでもボングになります。ゲーム内操作に関しては以上の通りです。ただ個人的には、楽曲選択画面やモジュール選択画面でもスライドで飼育を行えるようにして欲しかったなと思いました。
PC 版だと両端をタップして1曲ずつの遷移しかできないんだな。プレステ4版だとアーケードみたいにスライドで数曲遷移できるみたいですが、これをスイッチ版や PC 版にも引き継いでくれたらありがたかったですね。続いてはイヤホンジャック。アーケードとほぼ同じ位置にイヤホンジャックが搭載されています。これは強い。ちなみにイヤホン総抜の際に、一瞬接続が切断されます。またオーディオフォーマットとしては 48000Hz のみ対応のようで、多少のズレが発生してしまいます。44.1kHz じゃないとってやつだっけか。です。これに関してはコントローラーというよりはゲーム側で対応できるようにしてほしいというところですね。ちなみに音に関しては、十分な品質だと思います。ゲームのコントローラーに音質を求める人なんかおらんのでは。以上。というわけで、今回は念願の公式アケコンを購入したよというお話でした。感想としては、正直もう少しボタンの質を上げて欲しかったなというのが一番ですかね。本当にこれだけです。これが非常にもったいなかったというのが一番の感想です。まともに遊べないコントローラーってほどでもないんだが、やっぱりそこはきついよな。専用コントローラーである以上、ここに関しては要点になると思っていますね。ボタンに関しては、しばらくしてから乾燥してみようかな、と考えております。それ以外の点においては非常に良いものだったと感じているので、セレクターでのスライダー操作とか色々あったけどどちらかというとゲーム側起因のものだしな。そうなんですよね。ボタン以外においては、公式なものだけあって結構丁寧に作り込まれていたと感じました。あと個人的にはプラスチック製の筐体だからなのか、重量が軽いのは結構好印象でしたね。棚とかに出し入れするのが楽になるしな。これでついに膝上タイピングから卒業できますね。非常にありがたい。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくな。それでは、ご視聴ありがとうございました。